海の彼方小川未明。海に近く昔の城跡がありました。波の音は無心に終日岸の岩角にぶつかって砕けてしぶきを上げていました。昔はこの辺りは繁華な町があって、いろいろの店や立派な建物がありましたのですけれど、今は荒れて寂しい漁村になっていました。春になると城跡にある桜の木に花が咲きました。けれどこの咲いた花を眺めて歌を詠んだり詩を作ったりするような人もありませんでした。ただ小鳥が来てのどかに花の咲いている枝から枝に伝わってさえずるばかりでありました。夏が来てもまた同じでありました。静かな自然には変わりがないのです。日暮れ型になると真っ赤に海の彼方が夕焼けして、その日もついに来るるのでした。いつどこからともなく一人のおじいさんがこの城跡のある村に入ってきました。手に一つのバイオリンを持ち、背中に箱を負っていました。おじいさんは上手にバイオリンを鳴らしました。そして毎日この辺りの村々を歩いて、背に負っている箱の中の薬を村の人たちに売ったのであります。こうしておじいさんは日の照る日中は村から村へ歩きましたけれど、晩方にはいつもこの城跡にやってきて、そこにあった昔の門の大きな台石に腰をかけました。そして暮れてゆく海の景色を眺めるのでありました。ああ、なんといういい景色だ。と、おじいさんは海の方を見ながらため息を漏らしました。おじいさんはこの海の暮れ方の景色を見ることが好きでした。ツバメはしきりに空を飛んで鳴いています。船の影は黒くちょうど木の葉を浮かべたように濃く青い波間に見えたり隠れたりします。そして真っ赤に入り日の名残の地平線を染めていますのが、次第に次第に波に現れるように薄れていったのでありました。おじいさんはほとんど毎日のようにここに来て、同じ石の上に腰を下ろしました。そして沖の暮れ方の景色に見とれていましたが、そのうちにバイオリンを鳴らすのでした。おじいさんの弾くバイオリンの音は泣くように悲しい音を立てるかと思うと、また笑うように生き生きとした気持ちにさせるのでした。その音色は寂しい城跡に立っている木々の長い眠りをば覚ましました。また古い木に巣を作っている小鳥をばびっくりさせました。そしてしまいには薄青い黄昏の空に儚く消えて、また低く岸を打つ波の音にさらわれて暗い奈落へと沈んでいくのでした。おじいさんは自分の鳴らすバイオリンの音に自分からうっとりとして時の経つのを忘れることもありました。夏の日の晩方には村の子供らが大勢この城跡に集まってきて、石を投げたり鬼ごっこをしたり、また縄を回したりして遊んでいました。子供らは初めのうちはおじいさんの弾くバイオリンの音を珍しいものに思って、みんなその周りに集まって聞いていました。いい音がするね。学校のオルガンよりかこの音の方がいいね。子供らは互いにこんなことを言い合っていました。
おじいさんはある時は子供らを相手にいろいろな話もしました。しかしみんなはおじいさんの弾くバイオリンの音に慣れ、またおじいさんの話にも聞き飽きると、今までのようにおじいさんの周りには寄ってきませんでした。薬売りのおじいさんがまたあそこで鳴らしているよと一人の子供が言うと、稽古をしているのだよと他の一人の子供が言いました。稽古でない。海の景色がいいから見て歌っているのだよ。そうでない。ねえ、稽古だね。子供らはいろんなことを言って議論をしましたが、またそんなことは忘れてしまって、みんなは遊びに夢中になりました。一人、松蔵という少年がこの中におりました。この少年の家は貧乏でありました。彼は他の子供らが騒いだりかけたりして遊んでいましたのに、一人おじいさんのそばへ来て熱心にバイオリンの音を聞いて感心していました。いつしかおじいさんとこの少年とは仲良くなりました。どうしてこんないい音が出るのでしょうねと松蔵は不思議そうにおじいさんに向かって尋ねました。坊は音楽が好きと見えるな。と人の良いおじいさんは少年の顔を見ながら笑って言いました。聞いていると一人でに涙が出てくるの。ははは、坊も私のお弟子になってバイオリンが弾きたいかな。とおじいさんは言いました。おじいさん、どうか僕にバイオリンを教えてください。と少年は熱心に目を輝かして頼みました。それからはおじいさんは自分のバイオリンを少年に貸して弾く方法を教えてやりました。松蔵はおじいさんからバイオリンを教わることをどんなに嬉しく思ったでしょう。そして毎日日暮れ方になると城跡に行っていつもおじいさんの腰掛ける石のそばに立っておじいさんの来るのを待っていました。なかなかよく弾けるようになったと言っておじいさんは松蔵の頭を撫でてくれることもありました。夏ももはや行く頃でありました。おじいさんはある日のこと松蔵に向かって「坊や、おじいさんはもう帰らなければならない。今度いつまた坊に会われるかわからない。坊はきっと上手なバイオリンの弾き手になるだろう。私の形見にこのバイオリンを坊に置いていく。坊はこのバイオリンで私がいなくなってもよく稽古をしたがいい。と言ってバイオリンを松蔵にくれました。少年はどんなに喜んだでありましょう。またおじいさんに別れなければならぬのをどんなに悲しく思ったでありましょう。おじいさんは船に乗って遠く遠く行ってしまいました。少年はおじいさんの故郷を知らなかったのです。ただこの時海の上を望んで悲しんでいました。おじいさんを乗せた船は夕焼けのする赤い海の彼方に消えてゆきました。少年は果てしないその方を見合ってただ悲しみのために泣いていました。毎日入り日は赤く海の上を彩りました。そして城跡から海を眺めるその景色に変わりはなかったけれど、おじいさんの姿はもはやどこにも見ることができませんでした。少年はおじいさんが腰掛けた石のところにやってきました。ありありとおじいさんがいつものように小さな箱を背中に負ってバイオリンを持って石に腰をかけている姿が見えたのです。おじいさん。少年はこう呼びました。しかし答えはありませんでした。彼は
自分の手に今おじいさんの持っていたバイオリンのあるのに初めて気づきました。そしておじいさんは海の彼方へ行ってしまったのだと知って限りなく悲しかったのです。彼はその石に腰をかけました。また小さな姿でその石の上に立ちました。そうして沖の方を向いておじいさんから教えてもらったバイオリンを弾くのでした。少年はおじいさんのことを思うと胸がいっぱいになりました。いつしか自分の弾いているバイオリンの音は悲しい響きを立てていたのでした。海鳥はしきりに鳴いています。頭の上の松の木を渡る風の音までバイオリンの音に心を止めて忍び足で過ぐるように思われました。いつしか村の子供らまで松蔵の弾くバイオリンの音を感心して聞くようになりました。松蔵はおじいさんがいなくなっても毎日のように城跡の石のところに来ておじいさんがしたように沖の方を眺めながら熱心にバイオリンの稽古をしたのであります。けれどここに思いがけない不幸なことが持ち上がりました。松蔵の家が貧乏のために一切の道具を競売に伏せられたことであります。もとより何一つめぼしいものがなかったうちにバイオリンが目立ちましたのですから、この松蔵にとっては何よりも大事な楽器を奪い去られてしまいました。そしてバイオリンは他のガラクタと一緒に車につけてどこへか運び去られました。車が凸凹の道を行きますと轍が踊って、その度にバイオリンは車の上から悲しいうなり音を立てたのであります。松蔵は目にいっぱいの涙をためて車の行方を見送っていました。しかしそれをどうすることもできなかったのです。この後は自分ができるだけ働いて自分の力でそれを取り返すよりは他に道がないことを感じました。松蔵はあの忘れがたいおじいさんの形見である、そして自分の大事なバイオリンを取り返すためにはどんな苦労もいとわないと決心しました。それから松蔵は小さな体で耐えるだけの仕事は何でもしました。工場に行っても働けば、家にいても働き、また他人の家へ雇われて行っても働きました。寒い冬の夜も、また暑い夏の日盛りもいとわずに働きました。そして自分の家のために尽くしました。またもう一度失ったバイオリンを自分の手に買い戻して、それを弾きたいという望みばかりでありました。けれどあのバイオリンが果たして自分の手に戻ってくるかどうかということは全くわかりませんでした。もしか誰か知らぬ人の手に渡ってしまって再び自分の手に帰るようなことはないと考えましたときは、彼はどんなに悲しみもだえたでありましょう。けれどあのバイオリンはきっといつか自分の手に戻ってくるに違いないと信じますと、また彼の瞳は希望の光に輝いたのであります。3年の後、彼はとうとうバイオリンを買い戻すだけの金を持つことができました。これから自分はバイオリンを探して旅立ちしよう。松蔵は城跡の石のところに来ました。そして海の方を眺めて祈りました。どうかあの懐かしいバイオリンが私の手に戻ってきますように。と祈りました。空を泣きながら飛んでいるツバメは彼の言うことを聞きました。そしてこの哀れな少年に同情するごとく首を傾けて眺めていました。少年は両親や姉妹に別れを告げました。私は旅をして
立派な音楽家になって帰ります。そう言って彼は故郷を立ち出たのです。それから彼はあちらの町、こちらの町とさまよってバイオリンを探して歩きました。またバイオリンを弾く家の前に立ってはじっとその音に耳を傾けました。弾いている人にどれほどの技量があろう。弾いているバイオリンは懐かしい自分のものであったバイオリンではなかろうかと、片時も自分の志とバイオリンのことを忘れませんでした。少年はおじいさんのしたように薬売りになったり、筆や墨を売る行商人になったりして旅を続けました。ただ一つ、そのおじいさんの持っていたバイオリンに巡り合うのに頼みとするのは、小さな星のような真珠が握り手のところに入っていたことです。少年はふるさとに近い町の道具屋は一軒残らずに聞いて歩きました。真珠の小さな玉が握り手に入っているバイオリンは出ませんでしたか？どこかこの近くの古道具屋にそのバイオリンは売られたと思ったからです。そしてまだその店の隅に残ってやしないかというかすかな望みがあったからでありました。すると一軒の道具屋は言いました。何でもそんなバイオリンを3年ばかし前に買ったことがあります。店にかけておくとある日、旅の人が前を通りかかってそのバイオリンを見て褒めて買って行きました。どこの人ともわかりませんが、訛りで西の方の国の生まれだということがわかりました。もうそのバイオリンはどこへ行ったかわかるものではありません。松蔵はそう聞くとがっかりしました。その人はどちらへ行ったでしょうか？と言ってため息をつきました。道具屋の主人は笑いました。なんでそんなことがわかるものですか？しかし今頃はあの買った人もまたどこかの古道具屋へ売ってしまったかもしれません。あなたがそんなに欲しいものなら幾年もかかって探してみなさるのですね。しかしそんなことは無駄なことかもしれません。と主人は言いました。私にはあのバイオリンでなければ決して出ない音があります。命を懸けても探さなければなりません。もしあのバイオリンが見つからなかったら私はもう生きている甲斐もないのです。と少年は言いました。これを聞くと主人は目を丸くしてびっくりしました。あなたがそんなに熱心ならきっと見つかる時があるでしょう。と言いました。少年はその言葉に勇気づけられました。そして果てなき旅を続けたのであります。その後、幾十旅、幾百旅、いろいろな古い道具を売る店に入ってバイオリンを聴いたでしょう。また、ある時は風の絶え間にどこからか聞こえてくるバイオリンの音色に耳を傾けて、もしや誰か自分の持っていたバイオリンを弾いているのではないかと思ったりしました。そのバイオリンの音は実にいい音色でした。そしてそれを弾いている人は決して下手ではありませんでした。けれど彼は自分のおじいさんからもらったバイオリンには決して他のバイオリンにはない音色の出ることを感じていました。あのバイオリンじゃない。彼はがっかりしました。あくる日もまたあくる日も少年は旅を続けたのであります。春の日の雨催しのする暖かな晩型でありました。少年は疲れた足を引きずりながらある古びた町の中に入っていきました。その町には昔からの染め物屋があり、また呉服屋や金物屋などがありました。日は西に入りかかっていました。少年はあちらの空の薄黄色くほんのりと色づいたのが悲しかったのです。雨になるせいか、ツバメが町の屋根を低く飛んでいました。
この時少年は疲れた足を引きずりながら、まだ家のうちには灯火もついていないむさ苦しい片絵の軒の低い家の前に差し掛かりますと、ツバメが3羽家のうちから外の往来に飛び出しました。それと同時にブーンと言ってバイオリンの糸の鳴り音が聞こえたのであります。少年ははっと心に思いました。なぜならその音色は聞き覚えのある懐かしい音色でありましたからです。もう少しのことに気づかずに通り過ぎようとしましたのを、彼は立ち寄ってその古道具屋を覗いてみました。それはツバメが止まっていて飛び立つときにその糸を鳴らしたと見えます。そこにはバイオリンが一丁すすけた天井から吊るされていました。彼はよく見ると、それに小さな光る星のような真珠が入っていたのでした。あっと声を立てて少年は喜びに狂わんばかりでありました。そして早速このバイオリンを買って自分の腕に奪うように抱きました。まさしく3年前に亡くしたおじいさんのくれたバイオリンでありました。黄昏型の空にツバメは鳴いています。そのツバメの鳴く声は故郷の海岸の岩鼻で鳴くツバメの声を思わせました。あ、ツバメが私に教えてくれたのだと薄明かりの下でバイオリンを抱いて少年はツバメの飛んでゆく北の空を眺めていました。松蔵は歌うたいとなりました。かつておじいさんがそうであったように、背中に小さな薬箱を負ってバイオリンを弾きながら白の他国を旅して歩いたのです。入り日は赤く海の彼方に沈みました。彼はその入り日を見るにつけておじいさんのことを思わずにいられませんでした。旅するうちに幾度か月日は経ちました。松蔵は青年となったのです。けれど彼はどうかして一度海を渡ってあちらにある国に行ってみたいという希望を捨てませんでした。ある年の初夏の頃、彼はついに海を渡ってあちらにあった大島に上陸しました。そこには今いろいろな花が盛りと咲いていました。彼はその島の町や村でやはり薬の箱を追ってバイオリンを鳴らして毎日のように歩いたのです。今度彼はおじいさんを訪ねなければなりませんでした。彼がバイオリンを鳴らしながら道を歩くと、村の子供たちが男となく女となくみんな彼の身の回りに集まってきました。あ、この人だ、この人だ。私にどうかバイオリンを教えてください。私にも。子供らがこう言って口々に頼みましたばかりでなく、親たちまで家の外に出て松蔵を眺めていました。どうしたことかと彼は不思議に思いました。すると一人の子供が、私たちのおじいさんが死になさる前に、もし真珠の星の入ったバイオリンを弾いてきた人があったら、第二の私だと思って、その人からバイオリンを教えてもらえと言われたのです、と言いました。彼はこのことを聞くとがっかりしました。懐かしいおじいさんにもう永久に会うことができなかったからです。それから彼は花の咲き、蝶の飛ぶ中でみんなに音楽を教えてやりました。